あなたがこれから乗るのは東京、羽田から大阪、伊丹へ向かう日本航空123便。夏の終わり、ほんの1時間ほどのフライトのはずだった。だけどそれは日本の空の歴史を変える最悪の事故へと変わる。突然の異常、機体の制御不能、そしてコントロールを失った空中漂流。この時あなたが乗っていたら果たして生き残れるか。これはあなた自身の体験として描く物語。さあ、1985年8月12日17時30分、あなたの空の旅が始まる。東京羽田空港第1ターミナル。僕はゲート15の待合エリアで搭乗を待っていた。季節は夏、帰省ラッシュのピークは越えていたけど、それでも機内は満席に近い。この便、日本航空123便は東京から大阪へ向かう1時間ちょっとの短距離フライト。いつものようにちょっと揺れて着いて家に帰ってビールでも飲んで寝る、それだけの当たり前の空の旅のはずだった。機内に乗り込むと僕の座席は最高峰に近い窓際。少し狭いけど外の景色が見えるのは嫌いじゃない。搭乗が終わると離陸準備が進み、機体は滑走路へ。滑走、加速、そしてふわっと宙に浮く感覚。毎回ちょっと怖いけどこの瞬間だけは少しワクワクする。機体は順調に上昇を始め、僕は読書灯をつけて雑誌をめくり始めた。ところが上空1万2000メートルに達した頃、突然ボンという大きな破裂音が機内に響いた。耳に違和感を覚えたその直後、機体が左右に激しく揺れ、シートベルトサインが点灯した。そしてアナウンスが流れる。ただいま機体の一部に異常が確認されました。パイロットが対応しておりますので落ち着いて座席でお待ちください。異常、機内の空気が変わった。さっきまでののんびりした雰囲気は消え、周囲の人たちもざわついている。窓の外を見ると水平線が傾いていた。これは普通じゃない。機体の揺れは収まらず、まるで漂っているかのようにゆっくり傾きながら進んでいた。僕の心にも静かな恐怖が入り込んできた。機体の異常と告げられてから数分、状況はどんどん悪化していった。機内アナウンスは何度か流れたけれど内容は曖昧だった。本当の異常が僕ら乗客には知らされていなかった。ただはっきりとわかるのは飛行機がまともに飛んでいない。機体は左右に揺れ続け、時折浮いたようにふわりと持ち上がりまた沈む。そんな不規則な上下動が続き、僕は胃が裏返りそうになりながら必死でシートベルトにすがっていた。まるで空中を漂ってるみたいだ。いや実際この時機体は完全に制御不能状態にあったのだろう。後に判明するが、この瞬間すでに尾翼が吹き飛び油圧系統が全て失われていた。つまりこのジャンボ機は舵が利かない。機長も副操縦士も全ての操作が通じない中、わずかに残るエンジン出力のバランスだけで機体を操ろうとしていた。機内ではざわめきが不安を超え恐怖へと変わっていった。隣の座席の女性が震える声でこう言った。これってもうダメなんじゃ？僕は答えられなかった。目の前の現実があまりにも静かに、だけど確実に異常だったから。そして突然機体が急降下を始めた。誰かの悲鳴、重力が消えたような浮遊感、視界がぐにゃりと曲がる。シートに押し付けられる圧力と浮き上がるような感覚が交互に襲い、僕はただ耐えることしかできなかった。やがて揺れは落ち着いたが、すぐにまた右へ傾き左へ旋回を始める。まるで壊れた鳥が空をさまよっているようだった。そしてここで機内アナウンスが流れる。当機は現在トラブルにより羽田空港に戻ることができません。代わりに名古屋空港への緊急着陸を試みます。皆様頭を低くしてお待ちください。名古屋戻れないってそんなに重いトラブルなのか。周囲の声に僕はもう答えられなかった。ただ死が目前にあるという事実だけが心を蝕んでいた。目の前の座席ポケットには安全のしおり。僕は手を伸ばしそれを引き抜いた。そこには緊急時の姿勢、
前屈して頭を下げ、両手で頭部を守ると書いてある。だがふと見渡すと、誰もがその姿勢をとっているわけじゃなかった。パニックになって荷物を取り出す人、立ち上がろうとする人、祈りを捧げる人、機内は混乱を極める。名古屋空港への緊急着陸を目指して機体はふらつきながらゆっくりと降下を続けていた。窓の外には山と森、そして暮れゆく空。その景色はあまりにも静かで、機内の騒然とした空気とはまるで別世界のようだった。時計を見るともう異常発生から30分が経過していた。でもこれがたった30分だったとは信じられないほど僕の心はすり減っていた。その時、急な揺れとともに再び異常が発生する。左のエンジンが止まった。緊張感が一気に高まり、キャビン内には再び悲鳴が響いた。そしてあなたの前で酸素マスクが降ってくる。あなたは震える手でそれをつかむ。しかし酸素の出る感触がない。マスクの端に小さな文字が、酸素が流れていなくても正常です。それを信じるしかなかった。そしてついにその瞬間がやってきた。機体が大きく揺れ急降下する。僕は前屈姿勢のままシートベルトを必死で握りしめる。耳が割れるように痛くなり、周囲の叫び声がだんだん遠くなっていく。目を閉じた。家族の顔が浮かんだ。何もしてやれなかったことだけが悔しかった。衝撃音。地面が機体を砕いた。衝撃とともに視界が真っ暗になった。どれほどの時間が経ったのかわからない。耳鳴りがし、体が動かない。空気は焦げたような匂いに包まれ、かすかに人の声が聞こえる。生きてる。ゆっくり目を開けると、傾いた座席の間に自分の体が挟まれている。酸素マスクはどこかへ飛ばされ、服には血とすすがついていた。それでも呼吸ができる。この場所は空港ではない。見渡せば木々に囲まれた山の中だった。機体は激しくバラバラになり、辺り一面に残骸が散らばっている。それでもあちこちから助けてという声が聞こえてくる。腕を伸ばしシートベルトを外す。足を引きずりながら座席の間をかき分けて進む。そこには動けずにうずくまる人や意識のない乗客がいた。大丈夫ですか。自分の声が震えている。でも誰かを助けることが自分がここにいる意味だと信じていた。あちこちで燃え残る火花、崩れた壁、落ちそうな荷物。ここに長くとどまるのは危険だ。誰か生きてる人いませんか。そんな中、遠くで犬の鳴き声が聞こえた。そしてその後ろから「おーい、誰かいるか」という叫び声。助けが来た。僕は火の粉を避けながら声のする方向へ進んでいく。周囲には同じように生き残った人たちが這いながら集まっていた。泣きながら抱き合う人もいれば放心状態の人もいる。やがて懐中電灯の明かりがこちらを照らした。大丈夫か。医療班を呼ぶぞ。レスキュー隊の到着だった。救助されるまでの時間は決して短くなかった。だが僕は自分の判断で命をつないだ。それはほんの数分、数秒の決断が運命を分けた。そんな現実だった。解説。問題1。正解は C。 落ち着いて座席に座りシートベルトを締める。この時点では最も安全な行動は動かずにシートベルトをしっかり締めること。何が起きているかわからない状況では動くことで二次被害につながる可能性がある。まずは落ち着いてパイロットや乗務員の指示を待つことが最善の行動だ。問題2。正解は C。 安全姿勢。前屈して頭を抱える。劣り続ける。墜落の恐れがある状況で最も重要なのは体を守る姿勢を取り続けること。前屈姿勢を取ることで頭部や内臓を衝撃から守る可能性が高くなる。この安全姿勢は数少ない生き残った乗客がとっていた姿勢でもある。
問題3、正解は B。 マスクをつけたまま酸素が出るのを待つ。機内の酸素マスクは酸素が出ている感覚が分かりにくい構造になっていることが多い。実際には酸素が供給されており、息がしにくいと感じても外さないことが鉄則。外せば意識を失う危険がある。1985年8月12日、日本航空123便墜落事故。乗員乗客524名のうち520名が死亡、生存者はたったの4名。飛行機事故において生還の可能性はゼロではない。たとえ制御不能になっても最善を尽くすことが生死を分ける。備え、判断、そして執念、それがあなたを生かす。